おはようございます。ホームレスの陽平です。今日は5月19日火曜日、時間は朝の9時3分です。先ほどですね、野辺地のカブを食べてきまして、多分前回の動画でアップしてるのが野辺地のカブですね。すげえ美味しかったんですけども、さすがにですねヘルシーすぎまして、ちょっとお腹が空いちゃったので朝ごはん食べたいと思います。で、青森で朝ごはんっていうとやっぱりのっけ丼かな。でものっけ丼はですね、この前食べたばっかりなんで、もう一つの青森の朝といえばという朝ごはんを食べたいと思います。Get on up, get on down, get on the, get on the, get on the, get on up, get on down, down, get on up, get on down, get on the, get on the, get on down, get on up, get on down. Get on up, get on down.地下駐車場に停めるんですけども、この車ですね 2.3 メートル車高あるんですけども、ここは 2.45 メートルまで行けるということで、よし、じゃあ行きましょうか。青森の朝ごはんいただきます。さあ、それでは朝ごはん食べに行きたいと思います。この間のっけ丼食べたんですけどね、もう一つの青森駅周辺の朝ごはんということで、自粛の影響ですかね、人があんまりいない青森駅周辺ですけども、結構ね、青森の、街中通ってると見る看板っていうのが朝ラーっていう看板なんですよね。朝からラーメンやってるんですよ。6時から開いてるとかっていうところも結構あるんですよね。朝午前中に、ラーメン食べるから、こういった煮干しだしのラーメンが生まれたのかもしれないですね、このエリアは。どれしようかな。これかな、やっぱりこれしようか。3種類の麺から、中太麺にしようかなね。期間限定これ券売機で買えたら裏メニューじゃないでしょ津軽ラーメンの煮干し飯セット、こんなところに気づかなかった。すげえ使い勝手が悪い券売機だな。ただいま発見中です。こういうのムカつくんですよね。なんていうんですか、そのお釣りのお取り忘れにご注意ください。効率的じゃない機械の作りとかがはい、じゃあ、はい、アルコール消毒ねしまして、店内煮干し飯セットいただきます。じゃあ、すいません。はい。朝ラー
納豆付きいただきます。店内 BGM が大きめなので今日も副音声でお届けいたします。まず香りチェックですね。煮干しだしのいい香り、一口飲んで、いいですね。朝にぴったりですね。青森の人きっと味噌汁代わりにラーメン食べてると思うんですよ。なので朝ラーっていうのができたと思うんですけど、麺は中太麺をセレクトしました。中太っていうよりかなりの太麺です。太麺頼んだらどんだけ太いの出てくるのかってちょっと疑問に思うレベルなんですけども、さあ、美味しそうですね。美味しかったです。美味しそうに食べてますね。僕豚骨が好きなんで普段は細麺推しなんですけど、魚介系のあっさりスープだとこのぐらいの太さは欲しいですね。中太麺正解でした。ちょっとむせてますけどチャーシューもね今、汁に浸して食べてます。これも美味しかったです。いい感じでした。この店ねチェーン店っぽい感じではあるんですよ。で地元の人的にはもしかしたら、微妙かもしれないんですけども、ツーリストにはすごくおすすめだなと。僕すごくここの味好きでした。先日行った青森ラーメンナンバーワンのところよりも僕はこっちの方が断然好きです。ちょっとね麺が太いのですするのに苦労するんですけども、さあこの辺りで味変ですね。ブラックペッパーたっぷりかけます。スープと絡めて、合いますね。優しい煮干し風味のスープにブラックペッパーが入ることで輪郭が際立って、すごく美味しいです。今気づいたんですけど、僕食べ方の説明めっちゃ見てるんですよ。右上をチラチラ見てるの分かります？ここに右上のところにですね食べ方の説明みたいなのが図式が書いてあって、すげえ細かく書いてあるんですよ。めっちゃチラチラ見てる。さあ海苔に手を出しました。海苔はね貴重ですからね、2枚しかないからラーメンを巻くようにして食べるかと思いきや、チャーシューを巻いて食べるようですね。チャーシューを巻いてます。迷いが出ましたね。初めラーメンを巻いて食べようと思ったのにしょうがないです。海苔はね貴重なんですよ。2枚しかないから。でも海苔ってこうオプションで追加するほどのもんでもないんですよね。追加するならまあネギかなと。全部のせみたいなのがあったら頼んじゃいますけどね。味玉もネギも海苔もメンマもたっぷりと全部のせ追加っていう感じのやつで、おっと席を外したがご飯をゲットですね。ご飯おかわり自由なんですよ。ここ炭水化物×油のラーメンにさらに炭水化物を追加するという悪魔的な献立ではございますが、やめられません。これがちょっとお腹周り最近だいぶやばいんですけど、さあ何やらお箸をきれいにしてます。何やってんですかねこれね。このね今アフレコ編集してるんですけども、だいぶ時間経ってるんで覚えてないんですよ。なんで箸をきれいにしたのか卵いきましたね。卵を口の中で、口内卵かけご飯と僕呼んでるんですけど、卵かけご飯を口の中で作るとても下品な食べ方ですね。またやってますね。ここで初めて給水ですね。ご飯食べるときにあんま水飲まないんですよ。食べて途中と最後にガッと飲むような感じのスタイルですね、お水は。さああまり変わり映えのない絵なのでちょっと早送りで終盤まで進めていきますと。さあしっかり残りをすくってきれいに食べました。ごちそうさまかなと思ったら、もうラーメンないのにご飯をよそいに行ったようですが、さあどうするんでしょうか。なんか見てますね。なんか見てましたね今
何するんでしょうか。ご飯を投入と。そうなんですよ。これがこのお店のスペシャリテです。右上にね、貼ってる食べ方のところにこうやって食べてくださいと書いてあったんですよ。まあ煮干しだしのおじやなんでそれは美味しいですよね。まあ普通はこういうの、お店じゃできないですけど、こういう風に食べてくださいっていう食べ方に書いてあるとすごくやりやすくていいですよね。家だったらやっちゃいますけどね、これね。煮干しの出汁をですね、しっかりご飯が吸い込んで美味しいですね。ペッパーがこれまた合うんすよ。美味しそう。これ編集してるとまた食べたくなってきましたね。これ編集してるの、1週間後ぐらいなんですけど、美味しそう。また食べたくなってきた。今ね、実はね、減量してるんですよ、この僕が。炭水化物、脂質、糖質、かなり気を使って、北海道っていう場所にいるのに今、食べ物を選んで生活してます。それもまた見てみてください、この後。さあ、そしてですね、この店が推奨しているのが納豆をここにさらに投入するという、だいぶカオスな感じの食べ方なんですけども、青森の人って納豆がすごい好きなイメージがあるんですよね。先日アップしたターボーさん、車の改造してる、軽キャンの改造してるターボーさんなんかもですね、納豆がすごい好きで、ひき割りをざる中華にアレンジで使っていたりとか、すごく青森県民の人って納豆好きなイメージあるんですけど、青森の人もし動画見てたらどうでしょうか。コメント欄で納豆が好きかどうか教えてください。僕のイメージでは他の県に比べるとかなり納豆、しかもひき割りが好きなイメージです。さあ、残りの煮干しおじやに納豆を投入し、できればね、ここに生卵突っ込みたいですけどね、本当を言うと。ちょっと味を見ていけんのか、美味しいのか。ほー、見た目はね、まああんまりですけど味は悪くないです。ちょっと味薄いので追加のタレを投入します。なんかね、この麺タレっていうのも3種類ぐらい置いてあって、すごいチェーン店っぽい感じではありながらこだわりがあるお店でした。さあ、納豆ご飯、もうほぼ納豆煮干しご飯ですよね。納豆煮干しだしご飯、そりゃ美味しいですよ。食べ方はまあ汚らしいかもしれないけど、また食べたくなってきたな。海苔をね、大事に取ってたんですよ。2枚しかないですか、2枚かな、3枚しかないですかな、3枚かな。まあ数が少ないので大事に取っておいた海苔をここで使います。こういう食べ方の設計ってすごい大事ですよね。女にはまあ絶対分かんないと思うんですけど、男ってご飯とおかずを食べ進めるバランスを異常に気にする生き物だと思うんですよ。あとご飯が3口だからご飯はこのペースでいこうみたいな、そういうのって多分女の人には理解できないんじゃないかなと思うんですけど、男はすごくそれを大事にしている生き物です。さあ、終盤ですね。仕上げにかかります。書き込みます。周りね、お客さんいなかったんで、大胆に食べてます。朝一だったんでね、一人だったんですよ。貸し切りです糸だいぶ引いてますけどね。はい、食べ終わりかな。ごちそうさまでした。
だけの